ものを作る人間にとって自分の作ってきたものの作品集、それはポートフォリオ。自身のセンスや技術が詰まった第一印象を決定づける重要なもの。そんなポートフォリオに面白いサービスが載っているのは想像していても楽しい。今日はそんな僕の面白い渾身のサービスを見せたくなるポートフォリオを作っていく。はいどうもこんにちは、ナトカのガクです。本日はポートフォリオサイトを作っていこうかなというふうに思います。今後このチャンネルではウェブサイトとかアプリとかいろんなものを作っていきたいなというふうに思っているので、そういったものを掲載したくなるようなとかポートフォリオに載せたいようなサービスを作るっていったところで、そういうモチベーションにもなるかなと思って、今回はそのポートフォリオサイトを作っていこうかなというふうに思います。で今回ポートフォリオはプログラミングで作っていってもいいんですけど、せっかくなのでちょっとノーコードとローコードって言われるようなプログラミング書けない人でも作れるようなサービスっていったものが最近いっぱい出てきているので、そういったところの可能性を探るっていう意味でも今回はちょっとノーコードの有名なサービスを使って作っていこうかなというふうに思います。ただでも僕自身一回も使ったことがないので、そういったところを調べるところから始めていこうかなというふうに思います。じゃあ早速調べていきたいなというふうに思います。このサイトですね。なんか名前は知ってるぐらいで全く使ったこともないので、会員登録するところからやっていこうかなというふうに思います。登録して使い始めてみたら意外と直感的に使えることが分かったので、ちょっとこれがどんなサービスなのかを皆さんに簡単に共有しようと思います。はい、まずこのサービスの特徴としては、固定ページと動的ページの2つの種類のページが作れるっていうのが特徴的だなっていうふうに思ってます。まず固定ページっていうのはあまり要素が書き換わらない、要するにトップページだったりとかお問い合わせフォームみたいな、もう1回書いてしまったらそんなに形が変わらないページを作れるっていう機能が1つありますと。でもう1つが動的なページを作れるっていう部分。動的なページでイメージしやすいのはブログとかですね。例えばタイトル書いたりとか説明文書くと、タイトルはタイトルのサイズになるし、説明文は説明文のサイズになるっていったところで、なんでいろんなページを何回も同じ形で同じページを作りたいっていう場合にすごい便利な機能になります。あと編集画面ですね。編集画面の特徴としてすごいプログラミングを書いてるみたいに編集できるっていうところの特徴があるかなというふうに思います。例えばマージンとかパディングって言われるような文字と画像の間とかの間隔をすごい細かく調整できたりとか、ある程度ウェブデザインとかフロントのデザインができる人であれば結構細かいところまで作り込めるんだなというふうに思いました。はい、ということである程度使い方が分かりそうだったので、もうデザインに入っちゃおうかなというふうに思います。でデザインももともとテンプレートみたいなものしか使えないのかなと思ったんだけど、意外と自由が利きそうなので、今回は Figma っていうデザインを作成するツールである程度ラフなデザインを作ってからこのスタジオに戻ってこようかなというふうに思います。Figma は普段仕事でも使うので、ある程度作り込もうかなというふうに思います。よし、デイ2です。でデザインは一旦できたので、ポップでちょっとレトロっぽい感じにしたかったのでこういうデザインにしてみました。でこの文字のとこは実際にアフターエフェクトっていう動く動画のツールで作って動く感じにしていきたいかなというふうに思ってます。でここからこのデザイン通りにちゃんと起こすっていう作業をやっていくんだけど、ここは結構直感的に作業ができそうなのでやっていこうかなというふうに思います。でやってみて気づいたんだけど、意外とこれもプログラミング書いて作るよりもめちゃめちゃ速くて正確かもしれないですね。でかつスマホとか PC のサイズも簡単に直感的にいじることができるので、もうある程度これやりながらウェブ勉強するぐらいでも結構もしかしたら効果的かもしれないですね。なのでちょっと残りの時間も引き続きもうバーッと作業していこうかなというふうに思います。よっしゃ完成したぞ。結構可愛い感じのデザインができた気がする。
はい、というわけで一応デザインも作り切ることができたので、あとはウェブサイトを公開していくっていうだけかなというふうに思います。でウェブサイトも一応これ多分無料プランで公開もできるみたいなんで、一旦そのサブドメインみたいなものを作って公開してみようかなというふうに思います。作ったり、よし、じゃあなんとか作ったりで一旦保存してみようかなというふうに思います。保存、で公開かな、公開をしていきます。よし、これで公開されました。ちょっとウェブサイトを見てみましょうか。おー、来たー。ちょっとラグはありますけど綺麗に表示できてますね。はい、こんな感じでウェブサイトを作ることができました。でそれぞれリンクもちゃんとね動いてて使える感じになってますと。はい、というわけで無事公開することができました。せっかくなのでちょっとこだわった部分とかを説明していこうかなというふうに思います。はい、まず一番最初に大きいロゴを表示したかったので、なんとか作ったりっていうロゴを表示しています。でここをめくっていくと、まずコンセプトっていうところで、ここの動く部分っていうのはアフターエフェクトっていう動画編集で作ったものをロッティっていうファイルに書き出して、それを取り込んでいるみたいな感じで作ってます。でそこの後にコンセプトの紹介っていったところで、どうしてもやっぱりこのサイトとしては面白いものをいっぱい作っていきたいっていったところを紹介していきたいと思ってるので、こういったところをまず活動コンセプトとして書いてみました。でチームとしては、今は1人なんだけど、一応チームとして僕の自己紹介が書いてありますと。でIT で企業で働いてて、大学はアメリカの大学で映画勉強してましたみたいな、そういうことを書いてます。であとはワークスページとしては、このように今後公開される作品であったりとか、もう一個すでに自分で作った作品とかっていったものを YouTube のチャンネルに載っけたりとか、もし公開するようなサービスがあれば、その公開の URL とかも載っけられたらいいなっていうふうに思ってます。であとはコンタクトとして、将来的にフォームとかは作ってもいいんですけど、今は YouTube チャンネルに来てもらうっていうところで動線を作ってます。ってところで結構すごいポップなんだけど、この一つ一つの色とか単色めっちゃ使うとかっていったところをなんかこだわって今回デザインは作ってみました。この YouTube チャンネルのコンセプトとしても、何が何でも面白いものをいっぱい作っていこうっていったところがコンセプトになっているので、そういったところが反映されたようなサイトになっているのかなというふうに思います。で NAS のロゴはなんかこのナトカ作ったりっていうのはもともと会社の同期と一緒にいろんなものづくりをしてた時のサークル名みたいな感じなんだけど、なんとかものを作りきるっていったところからナトカ作ったりっていったところの語源が来ていますと。で NAS っていうのはなから始まるなんかいいもんないかなっていうので、適当にその友達がナスが好きだっただけで、その当時一緒に盛り上がってこのステッカーとかも一緒に作ったりしてて、なのでそこからそのナスが来ているっていったところの由来になってます。なんで特に僕にゆかりがあるものっていうわけではないです。っていうので、こういった今回はポートフォリオサイトを作ってみることができました。で全体的にかかった時間、これいつも動画を撮りながら作って、で1時間おきごとになるべくリアルタイムで皆さんと一緒にものづくりをしていきたいっていうところを考えているので、ちょっと編集して、ちょっと動画編集して、ちょっと作って動画編集してっていうので、時系列ごとにどんどん動画編集も続けているんですけど、今回この作り始めてから出来上がるまでは2日間で作ることができました。で2日間も働いてる平日の2日間なので、めちゃめちゃ早くできたんじゃないかなというふうに思います。これ僕もしハードコーディングとかプログラミングで作っていくとしたら1週間以上はかかるかなというふうに思います。なんで皆さんもぜひポートフォリオとかこういう気軽に作れるんだよっていう風なところをちょっと今回お見せできたらいいかなというふうに思います。でこのスタジオなんだけど、いろんなものが本当に作れる可能性が探れたので、今後いろんなサービス作りたいと思ってるので、こういうスタジオとかを使ってサービスをいろいろ作っていくことができたらいいかなっていうふうに思います。こんな感じで今回の動画は以上にしようかなっていうふうに思います。この動画ではものづくりに関することなら何でもやっていきたいと思ってて、ウェブサービスもそうだし、動画もそうだし、デジタルサイネージとか、そういう物理的な実際の世界にあるようなものとの紐付けを使うものでも、テクノロジーでも何でも作りたいなと思ったものをなんとか作っていくっていうチャンネルにしていきたいなというふうに思ってます。なのでもしよければチャンネル登録お願いいたします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。